皆さんこんにちは、カイです。今日は僕の一番好きなゲームについて話したいと思います。それはレベル5のダーククラウドシリーズのことです。Twitter で僕をフォローしてくれている人なら、いつもこのゲームについて話してるのを知ってるかな？ 4 歳だった時、おそらくポケモン以外での初めてのゲームはダーククラウドだったと思います。その時からもう16年が過ぎましたね。僕は今でもとってもたくさんのゲームをやったことがありながら、いつもダーククラウドに戻ってきちゃいます。16年経ったのに今現在でも一番好きなゲームです。2000年に作られたゲームなのに全然古さを感じません。今になっても楽しめて、まだ廃られてないと思います。ダークシリーズのファンたちの多くは熱心で、シリーズに対しての思いが強いと思います。これは僕がこの16年間を通してわかるようになったことです。2000年代初期のシリーズなのに、僕が参加している Facebook や PSN のコミュニティでは、毎日多くの人がダーククラウドについて投稿しています。ダーククラウドさんを心持ちにしたファンの人たちはコミュニティを作り、中では4000人もの参加者を持ったコミュニティまであります。このシリーズはやっぱり全然過去のものではありません。ダークシリーズのファンとしてダーククラウドについて投稿、ニュースすべて読むようにしてます。このゲームの影響は今後も消えるなんてありえないと思います。だから将来ダーククラウドさんがなかったら悲しすぎますよね。少し話が変わりますが、この16年間を見てきたダーククラウドのファンは日本人よりも外国の人の方が多いと思いました。いつも僕は日本人はもうダークシリーズのことを忘れちゃったのかなと思っていましたが、そういうわけではなくなってきたようです。予想に反して時間が経てば経つほどダーククラウドのファンは増えていると感じます。特に2の国2が発売されてからは Twitter や Facebook や PSN などで日本人も外国人もダーククラウドに少し似てるよね。次はダーククラウドさん作ってくれたらいいな、などとよく言っています。それに2018年は2000年代初期とは全然違います。過去にダークシリーズがあまり人気がなくても、今は SNS もあることによってダークシリーズの良さを絶対に広まることを僕は信じています。ダークシリーズを応援している人がたくさんいて、ダーククラウドさんの発表があったら、僕らファン全員の愛がいろんな人に広まるはずです。同じようなゲームは他に全くないと僕は強く思います。世界観も音楽もキャラクターも他のゲームよりもずっと美しくて不思議ですよね。実は僕、ダーククラウドさんを待っている間、気をそらすためにコレクションを作り始めたんです。他の国のバージョン、体験版やガイドブックやファンブックなどは手に入れていましたが、やっぱり待つのは少し辛いです。あ、それとトワンのコスプレも作ってロンドンのハイパージャパンに来ていて、任天堂のプレゼンターに気づいてもらいました。本当にびっくりしましたが、やっぱり面白かったです。そして最近イタリア人たちのダーククラウドのフォーラムを見つけて、その人たちとダーククラウドの未発表のオリジナル作品の情報とかも一緒に Google 翻訳使いながらリサーチしたりもしてます。1999年のオリジナル作品を本当に試してみたくて、レベル5に問い合わせたんですが、返信をもらえていません。結論として、ダーククラウドシリーズのファンたちの熱意はとっても強いと思います。僕、個人32人以上にダーククラウドを紹介してきたと思います。ダーククラウドは本当に素晴らしいゲームです。制作者の方々もダーククラウドシリーズを信じてあげてください。ずっとダークシリーズとレベル5を応援していますからお願いします。このビデオの下に僕の Twitter のリンクを貼るつもりです。よかったらフォローしてください。よろしくお願いします。じゃあ、ではまた今度。